今からフィゲラスに行ってきます。タッチするのかな。ああ、こっち向きね。おはようございます。声がちゃんと入ってるか心配ですが、今日は、バルセロナからフィゲラスに行ってきます。フィゲラスは何があるかっていうと、サルバドール・ダリの美術館があります。で、そこにはダリが手がけた宝飾美術館があるらしいので、それをねちょっといつか生で見たいなと思ったのでちょっと遠出します。行き先のフィゲラスはバルセロナから、約2時間ぐらいかかりますが、車窓からの景色を眺めながら、ね、ちょっと楽しんでいきたいなって思います。フィゲラスへはバルセロナから電車で約2時間。切符は事前予約なしでも買えますが、私が行った時は少し問題がありました。券売機が故障していて買えず、結局当日の朝窓口で購入することに。ただし窓口も開店時間ぴったりに開かないことがあるので、余裕を持って前日までに買っておくのがおすすめです。ちなみに今日の予定はこんな感じです。バルセロナから日帰りで訪れることができるフィゲラス。私のスケジュールをそのまま真似していただいても大丈夫なので、ジュエリー好きの方はぜひ1日フィゲラスデーを設けてみてください。美術館をゆっくり見ても十分日帰りで楽しめますよ。アリバーティ。チケットいらんの？これチケットゲートなしで出られました今ダリ美術館までお散歩してます。 Google マップでタクシーもしくは徒歩っていう表記があったんですけど、タクシーはね多分ねないと思います。ここね駅の周辺にも見つけられなかったよね、タクシー。なので多分徒歩でね20分ぐらいなんで、街のね景色とかも見つつちょっと楽しみながら向かいます。美術館へ向かう途中、かわいいステンドグラスのある建物に目を留めました。実はここ、サルバドール・ダリが生まれ育った家、カサナタール・サルバドール・ダリ。現在は没入型ミュージアムとして公開されていて、ダリの幼少期の暮らしや家族との日常、そして彼の生い立ちを体験できる施設になっています。私は偶然この前を通りかかって知ったのですが、後で立ち寄ってみたら、展示や空間演出を通じてダリの人となりにぐっと近づけたような感じがしました。ダリ美術館と合わせて訪れると、彼の世界観をより深く理解できてとてもおすすめです。ほら、ドアノブがなんか素敵ですね。で、偶然にもダリの元住宅を見ることができました。なんかダリってさ、最近まで生きてたらしいよ。知ってた？あ、知ってる？ 89 年に亡くなったそうで、なんか意外と私たちの時代まで生きてたんだってなんか改めてね調べてね、ちょっとびっくりしました
美術館の予約時間まで少し余裕があったので、近くの聖ペテロ教会に立ち寄りました。最古の記録は11世紀に遡り、その後ゴシック様式へと再建された歴史ある教会です。この薄暗い石造りの空間にステンドグラスの光が差し込み、美しいコントラストを描いていました。ここはダリが洗礼を受け、葬儀も行われたゆかりの場所。そして内部にはダリの有名な絵画ポルトリガトの聖母のサンドアートもあり、静かな空間に芸術の余韻を感じました。クエスト？なんか私が思ってるのと違うっちゃけど、あれなんか赤い建物な気がするっちゃけど、これ裏？なんか知ってるやつと違うということで、お散歩してたらダリ美術館に着きましたが、ね、美術館といえばなんか赤い色かなって思ってたんですけど、はい、全然赤くなくて、多分裏側のエントランスに来てしまいました。で、正面、多分有名な方もちょっと見に行きたいと思うので、ちょっとまずは中を楽しみたいと思います。そっか、なんかインスタレーションとかがねあるって言ってたわ。なんかグロいな。なんかダリといえばみたいなの思ってたけど、なんか全然知らない、勉強不足な感じです。なんかね、まあなんかこれとかはなんか知ってる絵になんか思う節があるけど、この絵なんですけど、こうピクセルな感じで、なんかちょっと今っぽいなとか思ってぼんやり見てたら、スマホとかデジタル媒体を通して見ると人の顔に見えるんですよね。で、なんとそのこっち側に、昔はそんなみんなカメラとか持ってなかったからか知らないけど、その覗き穴があって、多分ここからお金入れて見ると、あれがね、普通の女性の後ろ姿じゃなくて人の顔に見えるよっていうやつなんじゃないかなって思います。すごいですね。そして待ちに待った宝飾美術館へ。前半の劇場美術館で疲れ切っていたものの、ファインジュエリーを前にすると自然と心が洗われて HP が全回復しました。すべての感想を伝えたいところですが、ちょっと時間もないので、せっかくなので数ある中から特に心に残った3点をご紹介いたします。まずはじめにご紹介するのはザ・コルセットリング。1949年にデザインされたリングです。ダリは女性の体の象徴としてコルセットをモチーフにし、美を引き出す締め付けという逆説をジュエリーに落とし込みました。中央にはパールが配置され、柔らかな光沢が優美な曲線と調和しています。実際に見て感じたのは、機能性と美しさが兼ね備わっているということ。コルセットの紐で引き締まったくびれの造形に女性らしさを見事に体現していると感じました。さらに布の模様まで彫金されていて、リズム感があってとても面白い。この幅広リングを中指にはめてみたいなと、そんな想像までしてしまいました。続いてはザ・ツリー・オブ・ライフ・ネックレス。こちらは1949年に制作された作品です。聖書や神話にも登場する生命の木をテーマにし、繁栄や循環を象徴するモチーフ。枝葉の部分には直径3ミリほどのダイヤモンドがリズミカルに配置され、全体的な地金の重さを軽やかに見せています。トップの部分をよく見ると小さな顔があり、どんぐりのような両目にはスターサファイアが使われていました。
実際に着用するときっと顔の部分が振り子のようにコロコロ揺れるんじゃないかなと想像できて、なんともダリらしいユーモアを感じました。そして最後にご紹介するのはザ・リビング・フラワー、1959年に発表された作品です。生きている花というタイトルの通り、花そのものに命を吹き込んだような造形、実際に稼働する仕組みも備えています。最初に見た時にこれは花の生き様そのものだと思いました。今まさに咲き誇ろうとする部分と、下を向けば枯れていく姿、土台のマラカイトはまるで養分を吸い上げる大地のように見えました。じっくり眺めていてさらに驚いたのは、花弁の一つ一つがすべて腕でできていたこと。おしべやめしべもダイヤモンドを握りしめる腕で表現されていました。グロテスクさと美しさが融合する不思議で圧倒的な存在感に魅了されました。後ほど購入した図録で稼働すると知り、もうその動きをぜひ見てみたかったなって思います。以上が特に心に残った3作品でした。もし他の作品も見てみたいという方がいらっしゃれば、ぜひコメントで教えてください。リクエストがあればまた別の動画でちょっとじっくりご紹介しようと思います。ダリのジュエリーは単なる装飾品ではなく、思想や象徴が込められた小さな芸術品。宝飾品という枠を超えた自由な発想が何より印象に残りました。絵画や彫刻とはまた違うもう一つのダリの世界観に触れられたことが本当に素晴らしい体験になりました。ということでダリ美術館ひとまず全部中身見終わりました。長かったね。7時に軽食、急いで食べて、その後もう何も食べてなくて、今1時過ぎなんでお昼ご飯を食べようかなって思ってます。で、感想なんですけど、ダリ劇場美術館の方もほぼ全てがダリの作品で、なんか最初はすごい素晴らしい、これが生で見れるなんてって方ですごい興奮状態だったんですが、なんか最後の方は結構ダリの心情描写的な部分がきつくなってきたっていうか、グロテスクだなって感じるところが多くて、最後の方はちょっと気分が悪かったですけどもう見応え抜群で、なんか結構好きな方は、ね、3時間とかどっぷり入れるんじゃないかなと思いました。で、最後にダリの宝飾美術館の方にも足を運びました。もうこっちが私はメインと言っても過言ではなくて、本当に生で見れてもうすっごい嬉しかったです。裏側まで本当は見たいって思ったけど、それはね、見れる範囲まで見て、あれ全部金なのかな、あれ全部金だったらやばい、制作費すごいなって思ったのと、宝石もね、ご覧いただいたら分かると思うんですけど、この宝石こんななんか贅沢に使ってるのみたいなのが多くて、ああいう造形表現が、今の時代ってなかなか難しいよなって思うのと同時に、なんかそういう金とか宝石を使ってオブジェを使えた時代っていうのは本当に羨ましいなって思いましたけどね、なんかどれが一番良かったかって選べないぐらいすっごく全部の作品が面白くて、一個ずつ全部解説っていうか感想を言いまくりたいんですけど、実際に生で見れたっていうのは本当に感慨深いなって思いました。とりあえず以上となります。このダリ美術館があるフィゲラスっていう街はバルセロナから電車でだいたい2時間ぐらいでした。私たちも今回日帰りで来たんですけど、頑張ったら日帰りで全然行ける距離じゃないかなって思うので、ぜひスペイン観光でバルセロナに行かれる方はフィゲラスもぜひ立ち寄っていただけたらきっと楽しいと思います。で、ジュエリー好きの方はもう絶対に来た方がいいと思いますなんかもしよければ私たちのスケジュールぜひ真似してみてください。以上がスペインのジュエリー旅編かな
なんかまたなんかいい感じのお店とかあったら、まあ、動画撮れそうなところはちょっと撮ってみたりとかしてバルセロナ大満喫して帰りたいと思っています。まあ、ここまで動画ご覧いただきありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ほら、ここだよ、ここ。じゃん。これが見たかった建物。